みんなおかえり、二宮こうです。今日はユニクロとベイクルズを中心に今から着られて秋を見据えた購入品全9アイテム、色違いをくれると全15点の紹介。すでにセール価格になっているものもあるようなのでぜひチェックしてみてね。まずはユニクロで購入したものからご紹介。それでは行ってみましょう。まずは私にとって春夏秋冬関係なし、年間を通してインナーとしても活躍してくれるこちらのリブタンクトップを4枚購入しました。今着ているのはオレンジ、サイズはオンライン限定の XS にしました。その他にブラック、ホワイト、グリーンを購入していますが、こちらのグリーンのみ XS の在庫がなく S サイズを購入しています。形はオーソドックスですがアメリカンスリーブに少し寄せたシルエットになっています。首周り、腕周りのパイピングもしっかりとしていることで1枚で着てもシルエットを崩さず胸元がパックリ開いてしまう心配もありません。着丈は153センチの私は XS サイズを着てこんな感じです。全体的にコンパクトな作りなので着丈も長すぎず使いやすいサイズ感。あまりアウトにして着ることはなさそうですがアウトにした時ももたつくことはありません。真夏はもちろん1枚で着ても OK だし、秋口からはシャツやニットのインナーとしても間違いなく活躍してくれるので何枚持っていても損なし。ワンサイズ上げて購入したグリーンを着てみました。 XS サイズと比べてもそんなに大きな差はないんですが、私は上半身が特に貧相なタイプなので背中側が少し余っちゃうんですよね。なのでサイズで迷われた場合は思いっきりジャストサイズで購入することをおすすめします。ポリウレタンが 7% も入っていて伸縮性もかなり高いのでジャストサイズでも窮屈感はないです。逆に大きめを選んでしまうとだらしなく見える要因なのでここはぜひぴったりなサイズを選びましょう。お次に購入したのは先ほどから履いているこちらのデニムバギージーンズ。今履いているのがネイビー、サイズは22を選びました。実はこちらも色違いで購入しておりましてオフホワイトとブルーも購入しています。全てサイズは同じ22インチを購入していますがネイビーとオフホワイトはヒールで履くようにそのまま、ブルーのみペタンコ靴でも履けるように2センチほどカットしてもらいました。素材は綿 100% なので特にストレッチ素材が効いているわけではありません。シルエットはゆったりめだけどダボっとしすぎないフルレングスのストレートシルエット。股上が深すぎず浅すぎず絶妙なデザインなのでヒップ周りをしっかりホールドしてくれつつ綺麗なシルエットを保ってくれるのがお気に入りのポイント。合わせ方なんて無限にあるじゃないかって思っちゃうぐらい万能なボトムス。生地も厚すぎず重たくなりすぎないので今の季節でも暑苦しくなく履けますし、季節を選ばないのでやっぱり超お得な一本です。こちらのオフホワイトもネイビーと同じくヒールで合わせたいのでカットはしておりません。もともと持っているホワイトデニムがペタンコ靴用なので今回はヒール用にしました。透け感が下着のカラーさえ間違わなければそこまで心配するほどじゃないので安心です。青みの強いパキッとした白じゃなくオフホワイトなのでどんなカラーともしっかり中和してくれて合わせやすい一本です。ブルーはやっぱり一番カジュアル色が強く出るからということで今回はペタンコ靴でも履ける丈感にしました。色落ち具合もやりすぎ感はないので大人でも履きやすいブルーデニムかなと思います。このデニムはオンライン限定のサイズを含めると21インチから36インチまでの13サイズの展開があるので自分にぴったりなサイズを見つけられるはず。大人が綺麗なラインを保って着るためにはヒップサイズが結構重要かなと思うので前後のサイズを履き比べてみて前からだけじゃなく横向いて後ろ姿もチェックしてお買い得価格なアイテムだからこそシルエットのチェックは入念に。お次はこちらマーメイドロングスカート。今着ているのはブラックの S サイズ。丈短めも出ていますが私は丈標準を選びました。これ完全ノーマークなアイテムだったんだけど店舗で見つけて試着してみたらすっごい形が良くてしかもめちゃくちゃ軽いの。とにかく軽くて涼しくあげちゃうってことです。しかもですねこちらも色違いを買っちゃいますね。でねもう一色はこちらのホワイトを選びました。でも実はホワイトの方は S サイズの在庫が見つけられずワンサイズ上げて M サイズを購入しています。153センチの私が S サイズを履いてくるぶしが少し見えるぐらいの丈感です。普段このシルエットならかかとまでのズルズル丈を好んで履くんですがこの丈感の足さばきが良くて履きやすいんだよね。軽い。生地はコットン 65% にポリエステルが 35% 入っているので軽く張り感があります。といってもコットンの柔らかさもあってとにかく軽い。本当に軽いの。カメラで見えるかな。生地の表面はほんの少し凹凸のある感じですがしっかり寄ってみなければ特に目立つような感じではありません。皆さんこちらをご覧ください。アラフォーが大好きな総ゴムのウエストです。奥さん見ましたか？総ゴムなんです。ストレス
てるのに、この綺麗なマーメイドとフレアの中間のようなシルエット、この軽やかな生地感で決して重たく見えない。これはね、本当にめちゃくちゃクオリティが高いと思います。しかもこちらちゃんと裏地もついています。恐るべしユニクロ。ホワイトは M サイズでこんな感じです。ウエストはやっぱり少し大きめですが、ゴムなのでそこまで気になりません。ただ丈感は少し違いがあって、153センチの私が M サイズを履くとこんな感じで、くるぶしがすっぽり隠れるぐらいの丈感です。実は M サイズで許容できた理由が一つあって、カメラを通して伝わるかしら、ホワイトはやっぱりどうしても透け感が出てるんです。このポケットや裏地の感じが透けて見えると思うんだけど、分かります？で、ジャストサイズだともっとこの辺りがピタッとしてより目立つかなと思ったのが理由。とはいえベースがマーメイドシルエットなので、ジャストサイズの方が断然綺麗だと思います。なのであまりサイズアップして履くのは個人的におすすめしません。本当に軽やかにさらっと履ける1枚なので、夏場にはもってこいの1枚なんですが、ニットやジャケット、スウェット類と合わせて秋冬に着るのも個人的に大好物。トップスにどうしても厚みが出てくる秋冬に、あえて軽やかな素材を合わせて素材のミックス感を出すことでバランスが取りやすくなるので、実は1年を通して活躍の幅が広いアイテムなんです。ちょっと残念なのは裏地があるのはありがたいんだけど、この裏地をあと5センチ長くしてくれたら嬉しかったな。でもまあこちらも全く許容範囲です。でもあと5センチ、これね、あと5センチ長かったら嬉しかったな。ユニクロの最後の購入品はこちら。もう長年のユニクロ定番のアイテムだし、今更紹介するっていうほどじゃないと思うんですが、スマートアンクルパンツ、もう何本目でしょうこちら。今回はネイビーを購入しました。サイズは丈標準の S サイズ。153センチの私が S サイズを履いて、お直しなしでもぺたんこの靴でも履けちゃう丈感です。縦にも横にもしっかり伸びる 2way のストレッチ素材が使われていて、洗濯してもシワになりにくいし、すっきりスタイルアップして見せてくれるテーパードシルエットが足長効果抜群な1本。センタープレスも入っているので T シャツをザバッと合わせただけでも綺麗にまとめてくれるし、ウエストはゴムなのにゴムに見えない。もしまだ履いたことがない方がいるなら、騙されたと思って1本試してみてよって言いたくなるやつ。こちらユニクロの名品中の名品だと個人的に思っております。さあ次からはベイクルーズでの購入品になります。まずはプライズで購入したこちらのスカート。カラーはピンク、サイズは36を履いています。綿 68%、ナイロン 29%、ポリウレタン 3% のニット編みのタイトスカートです。裏地はついていません。このドライタッチな質感が気に入って購入しました。タイトスカートは去年あたりから個人的によく履くようになったアイテムですが、今回のカラーで遊んでみました。ピンクは決して嫌いなカラーじゃないんですが、このコーラル寄りのピンクはあまりトライしたことがなかった色味。今まで自分が苦手意識を持っていたカラーは顔から遠いボトムスで取り入れてみることで、自分らしく着られるバランスを徐々に探れるのがいいところ。自分が得意とするカラーをトップスに合わせてあげるとよりトライしやすいはず。私はユニクロ用のメンズの T シャツを合わせてみました。ブラックとピンクの組み合わせはコントラストが強く出るので、多くの人がピンクに持つ可愛らしいという先入観をいい塩梅に削ってくれるのがいいところ。いかにも夏らしいカラーに見えますが、カーキやネイビー、グレー、ピンクってベーシックカラーで相性が悪いものがないんじゃないかってぐらい万能なカラーで、実は秋冬にも取り入れやすいんです。特に私たち40代以上の大人世代が30代の頃にはちょっと敬遠しがちだったけど、あらまた着られるようになってきてんじゃないって思えるカラーの代表選手だと個人的に思っています。タイトシルエットのスカートですが、スリットはどこにも入っていません。でも生地がニット編みなのでしっかりと伸縮性もあって、足さばきの邪魔にはなりません。歩きやすいです。さあお次もスカート。ベルメイユパーゲナで購入したアッパーハイツのブラックデニムスカートです。ザ・スカーレットというモデルで、このカラーは新色のコード、そう石炭という意味のカラー。形のベースはタイトシルエットなんですが、そこまでタイトな作りではなく少し緩めに履けるスカートです。バッグにスリットが入っています。153センチの私がサイズ22を選んで、ふくらはぎがしっかり隠れるぐらいの丈感です。ブラックデニムは大好きでよく履くんですが、スカートはあまり今まで取り入れたことがなかったので新鮮。古着を思わせる加工が存分に表現できる綿 100% のブラックデニム素材を採用しているとのことで、新品なのに程よく履き慣らした感がかっこいい。洗い加工の良さが引き立つ1枚です。さすがアッパーハイツ。シンプルでいてベーシックなのにトレンドアイテムともしっかり調和
絶妙なバランス感が季節問わず活躍してくれそうな予感。秋冬はロングブーツと合わせたい1枚です。お次はドゥーズエムクラスで購入したサマーウールパンツです。カラーはグレー、サイズは34も選びましたが、ご覧の通り153センチの私が履くとヒールでもかなりギリギリ。これはちょっとお直しに出して下段靴でも履けるくらいにしようと思っています。センタープレスとベルトループがついていて、きれいめコーデにはもってこいの1本。シルエットも太すぎず細すぎずなので、足のラインをしっかりとカバーしながらまっすぐな美脚に見せてくれるのが嬉しい1本です。ポリウレタンが 1% だけ入っているので、ほんの気持ち程度ですが伸縮性があります。そしてウエストはバッグのみゴムになっているのもありがたい。 99% サマーウールなので通気性も良く、シワにもなりにくいのが特徴。真冬には少し薄手かなと思いますが、こちらも季節問わず履ける1本です。ラフに力の抜けたスタイリングならよりかっこよくまとまってくれるはず。竹爪をしたら足元をローファーかスニーカーあたりに変えて抜け感を楽しみながら履きたいパンツです。ベイクルーズの最後の購入品はこちら。私が愛してやまないネブローニのフラットサンダル。大好きなオレンジカラーに一目惚れ。サイズは36を選びました。カラーは元気なビタミンカラーですが、細めのストラップとラフに履けるフラットのデザイン、そして上質なレザー、大人の夏スタイルのポイントになってくれる一作です。かわいい。さて最後にご紹介するのはこちら。勘がいい方ならあれ見覚えある、でもなんか違うって気づいていただけるでしょうか。私が愛してやまない心臓の名品ベーカーパンツのショートパンツです。こちらは実はビショップの別注アイテムで見つけた瞬間に一目惚れして即決しました。心臓のベーカーパンツといえばこのチャンネルでも何度も着回しに登場していますが、大きなパッチポケット、ヒップのフラットポケット、そしてこの厚手のコットンクロス生地。ベーカーパンツがそのままショート丈になったって言っても過言ではないくらいの作り。私はベーカーパンツの P0 というプチサイズと呼ばれるサイズを愛用しているんですが、こちらのショートパンツはワンサイズ上の32サイズからの展開。32でも特に大きい感じはしないんですが、丈感はどうしよう、あと1センチぐらい丈詰めすると悩み中です。もう少し悩まさせていただきます。秋口にはソックスやニットアイテムと合わせてスタイリングするのが楽しみな一本です。ということで今日は今から着られて秋までしっかり着回せる最近の購入品をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ここまで毎日暑いとおしゃれする気にもならんっていうのも本音ではあるんですが、秋までしっかり活躍してくれるアイテムを賢くお買い物できる時期でもあるので、少しでも参考になっていただけたら嬉しいです。ということで今日も最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、そして通知設定をしていってね。それでは皆さん、今日も明日も元気にいってらっしゃい。南はこれがお送り